さて、今日から日本の歴史をちんたら語っていこうと思うんだが、ちんたら急いでもしょうがないだろう。歴史というのはね、のんびり知っていくのが一番なんだよ。まあ確かに。最初は何からやるの？縄文時代であってだな。縄文か、土器のやつだよね。そうそう。ところで埴輪くん、縄文時代がどのくらい続いたか知ってるかね。500年くらい？甘い。1万年以上だ。だいたい1万6000年前から2300年くらい前まで、ざっくり1万3000年ほど続いている。それってさ、スマホが発明されてからまだ20年も経ってないのに、その650倍くらいってこと？なんで急にスマホが出てくるんだ。まあ数字としては合ってるが。だってその方がわかりやすいじゃん。比較するとだな、江戸時代は約260年、平安時代でも約400年、縄文はその何十倍もある。スケールがバグってる。だからこそちんたら話すにはぴったりなわけだ。急いでも語りきれないのでね。まずは基本の話から整理しておこう。縄文時代がいつ頃なのか。お願いします。今から約1万6000年前、氷河期がだんだん終わって地球が暖かくなってきた頃だ。氷河期ってマンモスとかがいた時代？そうだな。日本にもナウマンゾウやオオツノジカがいた時代が終わって、だんだん今みたいな気候になっていったんだ。で、気温が上がると何が起きるかというとだな、まず海面が上がる。氷が溶けるから？そう、それまで大陸と陸続きだった日本がだんだん島になっていった。そうやって日本列島ができたんだ。なんかさ、地球がアップデートして日本列島がリリースされた感じだね。リリースって、まあ正確にはもっと複雑なんだが、ざっくり言えばそういうことだ。海に囲まれた島国としての日本がこの頃に大体出来上がってくる。で、そこに住んでた人たちが縄文人？そうだな。彼らは狩りをしたり、好みを集めたり、魚を取ったりして暮らしていた。農業はまだないんだ。基本的にはまだだな。稲作が本格的に始まるのは弥生時代からだ。ただ、縄文時代にも栗の木を管理して育てていた形跡がありましてね。栗を育ててたの？ちょっとかわいいじゃん。三内丸山遺跡というのがある青森の有名な遺跡だ。あそこでは栗の木を計画的に植えていたことが分かっている。計画的って結構ちゃんとしてるね。サステナブルな農業じゃん。サステナブル、まあ持続可能ではあったな。確かに縄文人というのは原始的なイメージがあるかもしれないが、実はかなり知恵があったんだよ。なんか縄文時代のイメージ変わってきたかも。それがこの動画の目的であってだな。まあゆっくり行こう。さて、ここからは縄文人の暮らしについて話していくとしよう。一番気になるのは食事かな。何食べてたの？いろいろだな。まず肉、鹿やイノシシを飼っていた。ジビエだ。今だったらフレンチのコースに出てくるやつじゃん。コースに出るかどうかはともかく、それから海の近くに住んでいた人たちは魚介類もたくさん食べていた。貝塚というのは聞いたことがあるだろう。あるある。ゴミ捨て場みたいなやつ。そう、貝殻がどっさり積み上がった場所で、要するに食べた後の殻を捨てた場所だな。東京の大森貝塚が有名だ。東京にもあるんだ。渋谷とかにあったら面白いのに。残念ながら品川区と大田区の境目あたりだよ。明治時代にモースというアメリカ人の学者が発見した電車の窓から見つけたという有名な話がある。電車から？すごい観察力。っていうか電車から貝殻見えるの？当時は崖が露出していたからね。で、貝以外にもいろんなものが出てくる。魚の骨、動物の骨、好みの殻。縄文人のゴミ箱を調べると食生活がわかるわけだね。ゴミ箱は嘘つかないもんね。まさにそうだ。
考古学というのは残されたものから当時の生活を推理する学問だからな。好みも食べてたの？主食級だったと考えられている。栗、くるみ、どんぐり、特にどんぐりは大量に保存していた跡がある。どんぐりって食べられるの？渋くない？そのままだと渋い。だが水にさらしてアク抜きすれば食べられる。縄文人はその技術をちゃんと持っていた。ひと手間かけるわけだ。それってもうさ、コーヒー豆を焙煎するみたいなもんだよね。縄文のサードウェーブ。サードウェーブかどうかはさておき、手間をかける知恵があったということだ。さて、次は住まいの話でもするか。縄文人の家といえば竪穴住居だ。竪穴住居、地面に穴を掘って屋根をかぶせるやつでしょ。そうそう、地面を50センチから1メートルくらい掘り下げて柱を立てて屋根をかける。なんで掘り下げるの？断熱効果があるんだよ。地面の下の方が温度が安定しているから、冬は暖かくて夏は涼しい。それって半地下住宅じゃん。今だとおしゃれ物件だよ。おしゃれかどうかは別として理にかなっているだろう。真ん中に炉があって、そこで火を焚いて調理や暖房に使っていたようだ。焚き火を囲んでご飯、なんかいいな。キャンプみたいなものだな。いや、私その時生きてたんだけどさ、あれはなかなか居心地が良かったよ。出た、当事者面。当事者なんだが。ところでさ、縄文人ってどんな服を着てたの？布を作る技術はあったようだ。植物の繊維を編んだ布の痕跡が見つかっている。全身毛皮のイメージだったけど違うんだ。毛皮も使っていただろうが、それだけではなかったということだな。それから面白いのが、アクセサリーもつけていたということだ。アクセサリー？翡翠の勾玉や貝殻のブレスレット、結構おしゃれだったんだよ。おしゃれ縄文人。インスタあったら絶対映えてるよね。今日の勾玉コーデとか。まあそういうことにしておこう。しかもだな、翡翠は新潟でしか取れないのに、全国各地の遺跡から出てくるんだ。ってことは遠くまで運んでたの？交易があったということだな。縄文人は自分たちの地域だけで完結していたわけではなく、広い範囲で物をやり取りしていた。新潟から全国配送。それってもう縄文時代のメルカリじゃん。水出品します、送料込みみたいな。送料の概念があったかは甚だ疑問だが、まあ物流があったのは確かだ。思っていたよりずっと社会的だろう。縄文なめてた。なめてはいけないんだよ。さて、縄文時代といえばやはり外せないのが縄文土器だな。名前の由来だもんで、縄の模様がついてるから縄文。そうだ。で、この縄文土器なんだが、世界的に見てもかなり古い土器なんだよ。そうなの？約1万6000年前のものが見つかっている。世界最古級だ。すごいじゃん。日本が世界最古級ってランキング1位じゃん。ランキングかどうかはともかく、焼き物という技術をかなり早い段階で手にしていたということだ。何に使ってたの？主に煮炊きだな。土器で食べ物を煮ることで、それまで食べられなかったものも食べられるようになった。さっきのどんぐりのアク抜きもそう？まさにそう。土器がなかったらどんぐりを主食にはできなかっただろう。土器は縄文人の食生活を大きく変えた、いわば革命的な発明なんだ。土器、マジで神アイテムだったんだね。でもさ、縄文土器って装飾がすごいよね。なんかゴテゴテした。火炎土器のことだな。中期、だいたい5000年前くらいの土器で、新潟あたりで多く見つかっている。あの炎みたいなやつ。そう、実用性だけ考えたらあんな飾りはいらないんだよ。だがつけた。なんで？はっきりしたことはわからない。宗教的な意味があったとか、祭りに使ったとか、いろいろな説がある。芸術的センスがあったってことだよね。なんかさ、
実用品なのにデザインにこだわるってアップルっぽいよね。縄文のジョブズがいたのかも。縄文のジョブズ、まあ的外れでもないかもしれんな。岡本太郎は縄文土器を見て、なんだこれはと衝撃を受けたらしい。太陽の塔の人だ。日本の芸術の原点がここにあるというようなことを言っていたんだ。で、もう一つ話しておきたいのが土偶だ。土偶って土偶さんのこと？私のことではなく一般的な土偶の話をさせてくれたまえ。あはは、ごめんごめん。有名なのは遮光器土偶、あの宇宙人みたいな大きな目をしたやつだ。あ、知ってる。不思議だよね。なんであんな目してるの？雪の照り返しから目を守る遮光器、いわゆるスノーゴーグルをつけた姿ではないかと言われている。ゴーグル、スキーヤーじゃん。まあ、あくまで一つの説だがね、本当のところはわからない。わからないことが多いんだね、縄文時代って。文字がない時代だからな、残されたものから推理するしかない。だが、それが面白いところでもある。想像が膨らむよね。それでだな、土偶は全国で2万点以上見つかっているんだが、面白いのはほとんどがわざと壊された状態で出土しているということだ。壊されてる？腕が取れていたり、頭がなかったり、最初から完全な形で埋められているものは少ないんだ。なんで壊すの？せっかく作ったのに。一説には身代わり信仰のようなもの、自分の体の悪い部分を土偶に移して壊すことで病気を治そうとしたと考えられている。あ、なるほど。お守りみたいな感じか。あくまで推測だがね。だが何か精神的な信仰に関わるものだったのは確かだろう。ちなみに私は壊されていないので、まあ運が良かったんだな。それ自分の話？気にしないでくれたまえ。さて、そろそろ縄文時代の終わりの話をしようか。1万年以上続いたのに終わっちゃうんだ。永遠に続くものはないのでね。ただ、ある日突然終わりましたという話ではなくて、ゆっくりじわじわと変わっていったんだ。どうやって？大きかったのは大陸から稲作の技術が伝わってきたことだな。お米だ。そう、今から約2500、2300年前くらいに朝鮮半島を経由して北九州に稲作が伝わった。それが弥生時代の始まりなんだよね。そうだな。ただこれもパッと切り替わったわけではない。北九州で稲作が始まっても東北ではまだ縄文的な生活が続いていた。日本全体が同時にアップデートされたわけじゃないんだ。段階的ロールアウトだね。まあそうとも言えるか。地域によって数百年のタイムラグがある。稲作が来て何が変わったの？まず食料が安定する。米は保存が効くからね。食料が安定すると人口が増える。人口が増えると集落が大きくなる。それはいいことだよね。一見そうだな。だがね、同時に起きたのが貧富の差と争いだ。食料を蓄えられるようになると、たくさん持っているものと少ししか持っていないものが出てくる。そして貯めた食料をめぐって争いが起きる。弥生時代の遺跡からは戦いの跡が見つかるんだよね。矢尻が刺さったままの人骨とかな。寒堀集落という堀で囲まれた集落もこの時代の特徴だ。縄文時代にはそういうのはなかったの？ゼロではなかっただろうが、弥生時代に比べるとかなり少ない。縄文時代は割と平和だったのではないかと考えられている。1万年以上割と平和に暮らしてたのか。すごいことだよ。豊かさと引き換えに人は争い始めたなんて言うとちょっと哲学的だがね。なんかさ、課金アイテムが実装されたら荒れるソシャゲみたいだね。その例えは合ってるのか合ってないのかわからんが、まあ今日はここまでにしておこう。
深く考えるのはまた今度でいいさ。というわけで第1回は縄文時代をちんたら見てきたわけだが、1万年以上も続いた日本の始まりの時代だったね。ざっくりまとめると、縄文人は狩りや採集で暮らしていて、世界最古級の土器を作って翡翠を交易で手に入れて、竪穴住居に住んで土偶を作って何かを祈っていた。思ったよりずっと豊かでちゃんとした暮らしだったんだね。原始的と一言で片付けるにはもったいない時代だよ。次回は弥生時代をやろうかな。稲作が始まって日本がどう変わっていったのか。楽しみにしてる。埴輪の時代にも近づいてくるしね。まあ次もちんたらやるので気楽に聞いてくれたまえ。もう寝ちゃった人いるかな。いるだろうな。おやすみなさい。おやすみ。